アニャンセヨココロです。今回はなんと母と娘の2人旅ということで2泊3日のソウル旅行に行ってきました。いつもは一人で好きなように旅をしているんですけど、今回は皆さんにも真似していただけるようモデルコースを組んでみました。スケジュール表も作ってみたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今回乗った飛行機は関西空港から10時40分に出発するジンエアです。繁忙期だとインチョン空港がかなり混んでいて、入国するのに長時間並ぶじゃないですか。実はジンエアだとインチョン空港の第2ターミナルに到着するのでかなり空いてて、今回も着陸して20分で外に出れました。第2ターミナルは主に大韓航空が発着していたんですけど、去年の夏頃からジンエアも発着を開始したそうで LCC なのでとってもありがたいです。しかも第2ターミナルは空港鉄道の駅までかなり近くて、第1だと結構歩くと思うので断然楽でした。ぜひ皆さんも第2ターミナル着の便を選んでみてください。今回は審査にあるホテルを予約していたので6009番の空港バスを利用しました。カンナム方面に空港から直接行く方は乗り換えがないのでバスの利用をおすすめします。チケット購入の際は乗車まで10分以上あると安心です。スタッフさんに降りる駅を伝えて荷物を預けたらチケットを見せて乗り込みます。これの名前知ってる？高級バス。してる人います。今回のホテルのめっちゃいいのが6009番が目の前に泊まるんですよ。そのホテル自体が今回行くクリニックの目の前っていうのもあって今回のリバーサイドホテルにしました。まずはホテルに荷物を置きに行って着替えてあるところへ向かいます。楽しんできます。カメラ着きました。さっきバスを降りたのがこの辺で、そのホテルがここです。ザ・リバーサイドホテル。ほんまに空港バスから1分ぐらいかな。私とお母さんの大好きなカプチャン屋さんもあるし、明日行くクリニックももう歩いて2分ぐらいのところにあるので、今回はここのホテルにしました。2人で2泊3日で23,000円ぐらいでした。じゃあチェックインしていきます。前回の動画で紹介したプラデン美容外科さんに行くために今回リバーサイドホテルを予約したんですけど、韓国では結構有名なホテルだったみたいで結婚式場によく使われているそうです。建物自体はレトロで水回りの匂いとか少し気になる点はあったんですけど、日本人には嬉しいバスタブがついててお部屋は十分な広さだったので立地も含めてコスパはとてもいいんじゃないかなという感じでした。ただお手洗いがスケスケだったので家族じゃないと厳しいかもしれないです。髪の毛ボサボサになったので準備をしてハノクマウルに行こうと思います。髪の毛も巻いたけどこんな感じでちょっと寒い。13、4度に夜はなるらしい。パーカー持ってきました。新佐駅のいいとこが3号線が通っててミョンドンまで1本で出れます。アングクまで行けるかな。ミョンドンはウルチロまでかな。行けます。新佐駅にワオパスの機械があるので作ります。ワオパスカード始める。新規カード発行でチャージする通貨日本円でいいんやけど、私はウォンがあるのでパスポートをかざします。はい、はい、カード発行。
じゃーん。バスカードで、これをここにもう一回刺してください。でカードが有効化されました。はい、T マニーの方にお金が入ってないのでチャージします。ワーパスカードは機械で発行するとクレジット機能に入金ができるんですけど、 T マネーカードとして使うには地下鉄の切符売り場の方で別に入金が必要になるので注意してください。アプリにワーパスカードを連携させて自分の口座から入金もできるんですけど、これも T マネーの方には入金ができないので、 T マネーに入金したい場合は必ず駅の発券機やコンビニの店員さんにお願いするようにしてください。いつも買い物とかをして効果が溜まった時に私は T マネーカードに入れるようにしてます。充電できました。これで使えます。ロンドンで両替します。ちょうどミョンドンを通ったので両替をしに行ったんですけど、平日の夕方にもかかわらず観光客がとっても多くてびっくりしました。ミョンドンにはもう数年行ってなくて、両替のために大使館前だけ寄ったりしてたんですけど、コロナ禍ネットでいろんなお店が潰れてしまって閑散としている映像を見ていたので本当にびっくりです。コロナ前よりもいろんな国の方がいらっしゃってとっても活気づいていました。最近は流行りのブランドやお店が一気にできたみたいで、時間のない時はミョンドンでお買い物を済ませそうです。両替を済ませてバスに乗ったんですけど、乗り換えがややこしかったのでここはタクシーをおすすめします。ただ韓国は地下鉄からバスを利用すると乗り換えが無料になります。平日の夕方で多分お家に帰る人が多かったのかバスがすっごい混んでました。道も結構混んでいるのでバスにも遅れが出てました。美味しそう。お腹すいた。何見ても美味しわあ、くかわいい。すごいな。かわいい。チェック。ありがとうございます。1日目はハノクを堪能しようということで安国方面に行きました。バスを降りてからカフェまでは少し距離があったんですけど、可愛い街並みが見れて大満足です。ただこんな感じで坂道がかなりきついので、足に自信のない方はタクシーをおすすめします。私たちは今からハノクの有名なカフェに行きます。果たしてラストオーダーに間に合うのでしょうか。なんかこのくだり前も見たな。果たして間に合うのでしょうか。いつもギリギリ。マジそうやわ。っておお、この急さは伝わらへんな。こんな感じ。こうやって歩かな歩かれへんぐらいの感じ。壁なんですけど。ああ、わかりますか？今上がってきたとこ。死ぬ。めっちゃ綺麗。かわいい。ずっと念願だったハノクカフェのチャマシヌントゥルさんに来ました。綺麗。うわー、うわー、すごい。パッピンス美味しそう。これは冷たいやつ。夕方行ったので割と空いてて夕日がとっても綺麗でした。お姉さんも日本語で対応してくださいます。
この辺はハノクのカフェが数軒あるんですけど、チャマシヌントゥルさんは韓国の伝統的なお茶とお菓子が楽しめるので、とても人気なお店です。私はペッカ茶、お母さんはレモンオミジャ茶を頼みました。ペッカ茶はとっても可愛かったんですけど、健康的な味でした。美味しいのが飲みたい方はオミジャをおすすめします。寒かったからちょっと温まった。玄米っぽい。玄米っぽいのにお花の香りがするんです。さっきミョンドンで両替してきたんですけど、私5万円両替して44万円になりました。最悪です。なんか閑散期は人少ないからいいけど、レートがめっちゃ悪くなるイメージ。美容とかで投資する人は閑散期はちょっと微妙かもしれないです。お母さんは6万で52万8000を7200計算してください。私は6000円ぐらい損したかな。最近が一気に落ちていて、4月の繁忙期で900超えてたけど、また800台になり始めました。まあしょうがないし、花くん満喫して帰りたいと思います。次は夜ご飯。I love you のロケ地になった有名な坂道はカフェからとっても近い場所にありました。まあ見てないんですけどチョゴリを借りてこの辺で写真を撮るのもいいかもしれないです。帰りは下りなので歩いて安国駅の方まで戻りつつ夜ご飯のお店に行きます。着きました。オン 6.5 というここもハノク作りになっているお店です。バンタンのメンバーやルセラフィムが来たことでとても有名なお店です。ここが本当に日本語で何て言うかわからないんですけど、金銭マッチになりました。だって。By the way, today our restaurant Japanese people day off. 네, 이걸로. あ、そうなんや。なんか全然違うとこと喋ってたから。日本語のメニューいただきました。めっちゃ迷う。お酒も種類もいっぱいあります。갈비찜, 네. 네. 그 한국 술 중에서 조금 단맛이 있는 술 괜찮으세요? 네, 아마요. 알겠습니다. 그러면은 그 막걸리랑 맑은 술이 있는데 어떤 걸로 준비해드릴까요? 알겠습니다. 준비해드릴게요. 알레르기 있으세요? 웰컴 드링크랑 웰컴 스낵 준비해드렸습니다. 이거는 너날콜 음료인 유자 식혜고요. 네, 유자로 만든 유자가 들어간 쌀 음료수예요. 그래서 한번 잘 흔드신 다음에 이 작은 잔에 따라 드시면 됩니다. 옆에 스낵은 이제 고구마랑 김치를 같이 먹는 이런 한국 식문화에서 영감받았어요. 그래서 고구마 칩이랑 고구마 무스, 배추김치 준비해드렸습니다. 감사합니다. すごい、めっちゃ可愛い。最初に可愛いウェルカムドリンクとスナックが出てきます。この柚子湿気とスナックがとっても美味しくて、すでに成功を感じてました。湿気、初飲み。めっちゃ柚子の味する。さつまいも、キムチ、幸せ。
なんちゃらさつまいもとキムチって言ってました。お酒の種類がよくわからなかったので、甘いのが好きって伝えるとマッコリが出てきました。アルコールは強かったものの、とっても飲みやすくてグビグビいけちゃう味でした。これは酔っ払うぞ。やっぱり甘くてガバガバ飲んで失敗するってやつ。でも美味しい。 전복 장김치 김밥이고요. 이거는 이제 감태김밥 안에다가 씻은 묵은지 넣었습니다. 그리고 위쪽으로 하얀 색깔은 컬리플라워로 만든 동치미고요. 간장 색깔은 전복 장김치입니다. 그리고 위쪽에 조그맣게 뿌려져 있는 거는 컬리플라워 퓨레입니다. 맛있게 드세요. アワビキンパ。いただきます。これだけいろんな種類のキムチを使っているのに全然しょっぱくなくて、カリフラワーとアワビの食感に味のバランスも取れていて、見た目まで可愛くて感動しました。やばいです。 김치튀김 준비해드릴게요. 김치튀김은 속에 다진 새우살이랑 백김치 넣어서 만들었고요. 밑에 있는 소스는 고추장아찌랑 마늘장아찌가 있습니다. 동치미로 만든 사워크림인데 위에 올려드릴게요. これ皆さん絶対に頼んでください。人気メニューらしいんですけど、食うてみ飛ぶぞ。揚げ物なのに一人一皿全然いけます。トンチミのサワークリームはクリームチーズみたいな感じで、ふんわり溶けるような食感です。プリップリのエビとシャキシャキの白菜キムチにパリッと揚がった海苔がめちゃくちゃ合ってて、これ考えた方と握手したいレベルに美味しかったです。これは絶対頼んだ方がいいな。美味しい。眠り箸したらあかんけど眠り箸したから。でもクリームチーズっぽい。混ぜてあるかもしれない。サワークリームとクリームチーズ。 소갈비찜은 저 바베큐 소스랑 고추장 소스 이용해서 이제 소갈비 직화로 구웠고요. 옆에 있는 건 이제 로메인을 백김치 살사 소스 이용해서 이제 오븐에 구워봤습니다. 그리고 이제 떡볶이는 분모자랑 그리고 묵은지, 어묵, 밀떡 이용해서 떡볶이 만들었고요. 이건 크림치즈랑 이제 일반 치즈 섞어서 만든 건데 위에 뿌려드릴게요. 그리고 이제 튀김은 이제 컬리플라워랑 순대, 표고버섯, 아스파라거스, 자색 고구마 이렇게 이용해서 만들었습니다. 떡볶이 드실 때 이렇게 다 같이 섞어서 드세요. 日本っぽい天ぷらやな。この文字はソースにつけて食べる。大好き。ね、カルビチーめっちゃ美味しそう。やばいな。見てください、これナイフで簡単に切れるほど煮込んであります。もちろん刃もいらなかったです。味が濃いそうに見えるんですけど、お肉の味がしっかりしてて脂も乗ってて半端なく美味しかったです。ほら見て、わかる？この柔らかさ。お肉の脂もこのサルサソースのかかったロメインレタスで巻くとさっぱりしてとっても食べやすかったです。バーベキューソースなので嫌いな人はいない味付けですよね。このお肉と白米で生活できます。プルプルです。これ火つけてくれてるから熱々のまんま食べれちゃいます。美味しそうやね。トッポッキは私の大好きなプンモジャが入っててテンション爆上げでした。これはアスパラガス。さくやくんです。
チーズも一緒に。このトッポッキが私の人生で食べてきたトッポッキの中でマジで一番美味しいトッポッキでした。古漬けキムチが入っているだけでこんなに味が違うんかってくらい本当に驚きます。結構辛め。甘いし私ポンモジャが食べたい。ポンモジャ大好き。ポンモジャ。めちゃくちゃ辛いわけでもなくチーズでより食べやすかったし、日本風の揚げ物もこのソースに合ってて、これだけで屋台を出してほしいレベルです。トッポッキがいつものトッポッキじゃない。美味しすぎる。これさ、旅のスタートでこんなん食べたらさ、これから何にも食べれんくない大丈夫かな。これ初挑戦。私も住んでトッポッキ食べてつけて食べる夢やったよ。けどなんか住んでて一回頼んでしまったらさ、いっぱい量食べなあかんよ。なかなか食べられへんっていうか挑戦できへんくて初めて食べる。なんかなんやろ、でももち米とか味がめっちゃ出たりするわけでもない。全然食べれる。じゃまぐさくない。ちょっと色付け失礼、関西では許されへん。スンデが怖くて今まで手を出したことなかったんですけど、出てきたので食べてみました。意外と血の味は感じなくてもっちもちで美味しかったです。イカ飯に似た感じでした。あれももち米ですよね。初めて来る人はやっぱ好きなもの食べたいやんか。でも韓国に慣れてきたら落ち着いてご飯食べれるし、まだ食べたことない味のものが味わえるからめっちゃ美味しい日本に欲しいぐらい。食べたものをまとめてみたので注文する際に参考にしてみてください。キムチテギムは注文必須です。OOTD2 日目です。今日はクリニック巡りか。クリニック巡り2軒回ってカフェにも行きたいと思います。イエーイ、お前イエーイ行ってきます。ソウルに来たら欠かせないロンドンベーグルに来ました。ドサン店です。ホテルからバスで10分ぐらいです。地下鉄だと最寄りはアックジョンロデオになります。外のスタッフさんも中のスタッフさんも日本語で対応してくださいました。まず2階に行って席を取ってから下で好きなベーグルを選ぶスタイルです。ロンドンベーグルはソウルにアングク店、ドサン店、チャムシル店と3つあって、私の中での狙い目は平日の朝のドサン店かなと思っています。この日は9時頃に行ったんですけど、街が37組でテイクアウトが6組でした。テイクアウトだとすぐに案内されると思います。キャッチテーブルというアプリで予約をすると待つことなく入れちゃいます。何が一番食べたい？バター。どんどん作ってどんどん焼いてっていう感じなので常に焼きたてが食べれちゃいます。ベーグルって食感を楽しむものだと思ってて、ハード系よりしっとり系のパンが好きな私はあんまり選んで食べることはなかったんですけど、ロンドンベーグルで食べてからベーグルってここまで美味しくなるのかって超感動したぐらい衝撃的に美味しいので、皆さん一度はぜひ食べてみてほしいです。見るとわかると思うんですけど、明らかにしっとりしているんですよね。水分感があって持ったら指の跡がつきそうなぐらいもちもちでねっちりしててめちゃめちゃ美味しいです。
今回もどれにするか本当に悩みました。今まで食べたことあるのはよく見るニラプレッツェルサンドイッチとじゃがいもチーズのベーグルとブリックレインサンドイッチ、あとシナモンピーカンベーグルです。でも正直今回食べたものの方が断然おすすめだったので、後で詳しく紹介しますね。レジの横にクリームチーズがたくさん置いてあって、私はブルーベリージャムとクリームチーズの小さいものを選びました。いくんですか？いてる。はい。あとトマト、あとカフェラテあったかい。あるよ。アールグレイ。アールグレイ。ホットで。ホットで。今1階で注文してスープとドリンク待ってます。かわいい。こちらが大正解のメニューたちです。スープはマッシュルームが人気だと思うんですけど、甘いベーグルを頼んだのでトマトにしました。ベーグルはジャンボンバターサンドイッチ、ブルーベリーベーグル、プレッツェルバターソルトベーグルにしました。ドリンクは少し寒かったのでホットを頼みました。この可愛いマグはグッズで購入できちゃいます。クリームチーズを追加した理由はこちらです。クリームチーズとブルーベリーの相性ってジャム界の中でもダントツですよね。ブルーベリーのベーグルつけて食べます。伝わりますか？このしっとりもちもち感。日本のベーグルでこんなの私見たことないです。やばっ。個人的にジャンボンバターサンドがダントツ1位でした。パストラミのシンプルな味かなと思いきや、がっつりバターが挟んであって、ごまのついたシンプルなベーグルには粒マスタードが塗ってあって、甘じょっぱさがドタイプでした。チーズ。バターなんかな。めっちゃ美味しい。全然しつこくないな。クリームチーズだったらちょっとしつこいかもしれない。けどバターやからめっちゃ食べやすい。スープもいただきます。わー、トマトスープ。めっちゃさっぱり。あと、甘いベーグル食べて間にトマトスープ、辛い間にトマトスープそうそう、めっちゃいい。美味しすぎる。サンドイッチとブルーベリーベーグルにスープで結構お腹いっぱいになったので、プレッツェルは少しだけ味見しました。バター。めっちゃプレッツェルの味する。食感はベーグル。あんまプレッツェル好きじゃんけど、これやったら食べれるかも。超美味しい。そうちょっとなんか水分感があんまりないのが苦手。でもベーグルやからめっちゃしっとりしてるし、もっちもち美味しい。しっかり食べたのでクリニックさんで今からチートしに行きます。食べたものを抹消したいと思います。グッズもめちゃめちゃ可愛くて、ポストカードとかさっきのマグカップとかも買えちゃいます。こんな感じでディスプレイされているので、写真を撮る手が止まりませんでした。
ちょうどお店を出た時にお隣のウィグルウィグルが開店したので少しお買い物をします。前私がロッテ百貨店に忘れた傘がありました。買おうかな。めっちゃ可愛い。スリッパが可愛いらしい。可愛い。可愛いね。マットもめっちゃ可愛いねんけど。可愛い。エピさん可愛い。エピさん可愛い。さあ、一旦荷物を置いて出てきました。ちょっとウィクルウィクルで買いすぎたので、一回ホテルに戻って上着とかも全部置いてきました。じゃあ今から1軒目のクリニックに向かいます。1軒目はセニアクリニックさんっていうところで、予定ではインモードを受けようと思います。はい、20顎を撲滅してきます。さっき食べた分やな。ロンドンベーグル食べた分を消化してきます。レッツゴー。セニアクリニックさんは日本人からとっても人気で、他のクリニックと比べて結構お値段が安いので、最初どうかなと思ってたんですけど、いざ行ってみたら、もちろんスタッフさんは日本語ペラペラで、カウンセリングもかなりみっちりでびっくりしました。V ラインパッケージになりました。たまにカウンセリングをしてくださる先生と施術をしてくださる先生で温度差があったりするんですけど、ここは全くそんなことなくて、施術をしてくださる先生も頑張って日本語で話しかけてくださって、しかも施術自体がかなり丁寧で細かくやってくださったので、コスパもいいし、ここは本当にリピしたいと思いました。も終わりました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。私はシリンク300ショットとインモード FX と脂肪溶解注射がセットになった V ラインパッケージにララピールを受けました。このララピールがマジで良すぎました。みんな結構受けているのを見るので、ただのピーリングかなと思ってたら、顔のザラザラ感が全くなくなって、化粧のりがめちゃめちゃ良くなったので、これは定期的に受けるべきだと思います。最後はモデリングパックをして鎮静して終了です。どう？少しお腹が空いてきたので、お昼ご飯を食べにセニアクリニックさんの近くにあるムオールシッタンに行きました。こんな感じです。脂肪溶解入れてるからめっちゃすごい。すぐ吸収されると思う。ララピールもしてくれたからめちゃめちゃ肌が綺麗。めっちゃスタッフさん優しかった。みんな頑張って日本語喋ろうとしてくれてめっちゃ可愛かった。私平日来たからかめっちゃ空いとったし、全然待ってない。ほぼ待ってない。めっちゃすっぴんやし。カンナムの美容外科巡りの時や一人でご飯を食べる時とかにも超おすすめです。ちなみに単品でユッケとかプルコギもあって、いろんなお店に行って食べないといけないものがここ一つで完結できちゃいます。いただきます。私の大好きなごまの葉めっちゃでかい。顔ぐらい巻いていきます。あ、これニンニクはちょっと後でまだ手術が残ってるのでやめときます。あ、サンジャン入れてない。つけよう。美味しい。美味しいね、めっちゃ。いただきます。
ご飯を食べてからカンナムに新しくできたニュニュに行きました。結構広かったんですけど、品揃え的にはやっぱりトンデムンがいいかなっていう感じです。カンナムの地下街で少しお洋服とかを見て2軒目のクリニックに向かいます。2軒目は一つ前の動画で紹介したプラデン美容外科さんでポッケ注射を太ももに受けてきました。今回3回目の訪問だったんですけど、今までで一番効果が出たと思います。もう少しで受けてから1ヶ月経つんですけど、太ももが人生で見てきた中で一番細くなりました。かなり詳しく説明してるので、よかったらこちらの動画も見てってください。ホテルで少し休憩して、どうしても諦めきれなかったカンジャンシジャンに向かいました。結構距離があって時間も遅かったんですけど、やっぱり生ダコとユッケが食べたいということで出て行きました。クレイジがすごいので夜ご飯に向かってます。8時でこれだけ賑わってたら夜市みたいですよね。こんなに夜遅くまでやってるのは知らなかったのでびっくりでした。とっても有名なプチョンユッケはかなり並ぶので受付は終了していました。なのでいつも行っているユッケ茶道に来ました。もちろん生ダコとユッケを注文したかったんですけど、生レバーも食べたくて、でも千枚が苦手なので店員さんにお願いして生レバーだけにしてもらいました。同じように注文する場合はこのタブレットで注文する前に店員さんに伝えてください。ネギ持って手振ってる。注文してすぐに出てくるんですけど、タコは逃げられるぐらい新鮮です。逃げた。めっちゃ逃げる。日本では生レバー食べれないので、韓国に行ったら必ず食べるんですけど、超新鮮でめちゃめちゃ美味しいです。コリッコリだけど筋はなくてじゅんわり甘くて口の中に広がります。この半分サイズのは9000ウォンなのでぜひ頼んでみてください。ユッケは言うまでもなく激うまです。ここに梨を入れようと思った方に賞を与えたいです。海苔に巻いて食べたり、間にスープを挟んでサムジャンと食べたり、いろんな食べ方を楽しんで完食しました。今日贅沢しすぎてバチョウ。食べ終わってお店を出たのは9時頃だったんですけど、まだまだたくさん人がいました。金番っていうのもあったかもしれないです。カンジャンシジャンに来たらみんな食べるであろうクァベギのお店に来ました。この時間でも結構並んでたんですけど、全部テイクアウトなので順番はすぐに回ってきます。クァベギとさつまいもドーナツとあんこのドーナツを一つずつ買ったんですけど、クァベギはマンモンシジャンで食べたものの方がもっとずっしりしててもちもちで美味しかったです。でもこのさつまいもとあんこのドーナツがありえないぐらい美味しくて、こっちの生地の方がずっしりもちもちだったので超おすすめです。ぜひ買ってみてください。うわー、もちもち。うわー、なんか生ドーナツみたい。うわ、おー、いいね。私のやつがこの2個。1個はリボンで、1個はパイナップルちゃうわ、パール。はい。で、あとはお土産。お姉ちゃんにお土産。めっちゃ可愛いよな、これ。艶消ししてある。前キランキランのやつ買ってたからシンプルなにしました。まあ私がいつかつけてるでしょう。はい。
はい、はいこんな感じで、値段がなんと150円じゃないな、170円ぐらいかなです。それでも安い。以上、ちょこっと購入品紹介でした。おやすみ。おはようございます。3日目です。帰ります。バイバイ。二重顎に受けた手術の腫れが少し落ち着いてきました。効果が完全に出るまでは数週間かかったんですけど、インモードの効果がすごかったので、またセニアさんに受けに行こうと思ってます。4時5分発の便だったんですけど、なんでこんなに早く空港に来たかというと、もちろん食べたいものがあったからです。お昼以降の便で帰る方にめちゃめちゃおすすめしたい海鮮が楽しめるお店に向かいます。数年前に来た時は、この皆さんが一番よく通る空港鉄道駅の目の前のモニター上から磁気電車が出てて無料で乗れたんですけど、久しぶりに行ったらなんと閉鎖していました。線路はまだあったので、またいつか再開することを願って仕方がないのでバスに乗ることにしました。チェックインカウンターのある3階では N カウンター前でキャリーバッグを一時的に預かってもらいます。ホテルに荷物を送ってもらったりっていうのもできるので、よかったら利用してみてください。今回は予定になかったバスに乗るので、荷物を預けてから M カウンター前の13番出口を出てすぐのところに来る111番のバスに乗ります。インチョン空港は海鮮が有名なヨンユ島っていうところにあって、ヨンユは海鮮カルグクスがとても有名なところなんですけど、私たちが大好きなお店はかきご飯と海鮮チヂミがとっても美味しいので、時間のある方はぜひ行ってみてください。めっちゃいい天気。今から行くのは5、6年前、もっと前やな。もっと前に一回家族で行ったことがあるお店なんですけど、今有料のバスに乗って近くまで来ました。前カンチャンケジャンも食べたけどめっちゃ美味しかったな。行ってきます。お店は2店舗あってとても広いので並ぶことなく入れました。カルグクスのお店はかなり並んでました。多分外国人は全然いなくて、韓国国内の方向けかなっていう感じの観光地です。お店がなんか新しく改装したんかな。めっちゃ綺麗になってました。空港マウルです。外国人は全然いなくて、店内も私たちだけだったので、もっとみんなに知ってもらいたいです。영양굴밥 파전이요? 네. 알겠습니다. 라라피를効果がすごいな。肌の調子がめっちゃいい。腫れももう分かります。ボトックスだけかな。肌がめっちゃ綺麗になった。全然ザラザラ感がない。この海鮮チヂミを食べてしまうと、他のお店でチヂミを食べた時に思い出してしまうので食べないでください。これよこれ。具は見えにくいんですけど、牡蠣とかイカがたっぷり入ってます。これがありえないぐらい美味しいです。そして牡蠣ご飯はこんな感じです。6年前に比べると少し牡蠣の量が減ったような気はするんですけど、それでもプリップリで小粒でもないし食べ応え抜群でした。隣の席の方が教えてくださったんですけど、この大きな器にご飯を移してタレをかけて混ぜてから食べるそうです。海鮮が美味しいお店は漏れなくチャンジャもめちゃくちゃ美味しいです。美味しすぎておかわりしました。これが美味しいね。外はカリッとしてるんですけど、中はふわふわで
どこを食べても牡蠣やイカが入ってて、海鮮好きにはたまらないチヂミです。おこげはめちゃめちゃ熱かったので気をつけて食べてください。昨日買った冷やしつけてきました。おこげいただきます。猫舌やのに絶対無理やな。付け合わせのおかずも全部美味しくいただきました。サイドの調整。これは大丈夫そう。挟んで食べたやつめっちゃ辛かった。チヂミは大きくて食べきれなかったのでお持ち帰りにしてもらいました。もしなんかご飯屋さんで残ったりとかした時は포장해 주세요って言ったらやってくれます。でもちょっと生ものとかはあかんかもしれんけど、こういうチヂミとかやったらいけると思うので言ってみてください。多分タダでやってくれると思う。また111番のバスに乗って空港に戻ります。第1ターミナルにしか止まらないので、ジンエアーや大韓航空を使う方は注意してください。キャリーバッグを受け取って8番出口の前から出ている無料のバスで第2ターミナルに向かいます。数十分に1本しかないので、時間には余裕を持って移動してください。ちなみに私たちの前に並んでいた方は、もう飛行機の時間締め切っちゃったみたいな話をしてたので、皆さんも気をつけてください。帰ります。ほんまが。お先バイバイ。バイバイ。私はまだ5泊6日あります。ってことで市内に戻ります。荷物持ってきたのにホテルに預けるの忘れてました。私はまだまだやりたいことがたくさんあったので、これから5泊6日の一人旅に出かけます。いろんなところに行ってきたので、また Vlog が上がるのを楽しみに待っててください。アンニョン。